世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。よく聞く話なんですが、親がですね、子供の将来とかやりたいこととか、そういう動向が気になって仕方ないと。私の親もそうなんです。もうあんたはこうしなさい。こういう大学に行きなさい。とにかくいい仕事しなさい。まずは今は勉強しなさいとか、とにかく親の言いなりになって私も育ったんですね。今となったら、しっかり育てていただいたと思ってるんですけど、当時本当に口うるさくてですね、もう早くこんな親から離れたいと思ってたこともあります。子供の気持ちになるとですね、プレッシャーなんですよ、その親の目線、親の言葉っていうのは。そういう親御さんいらっしゃると思うんですけども。お母さんとしてはね、こう産んで、こうよく育てたいって手塩にかけてね、すごい愛情深く育てているのでね、目に入れても痛くないくらいね、子供ってすごい執着してると思うんですよね。親思う心こう半分とか言って、子供っていうのは親のことは思わないんだって言って。で、責任上ね、やはりこう、学歴を身につけて、社会に出て、やはりこう、競争社会なのでね、いい給料もらってほしいとかね、人に馬鹿にされないで生きてほしいとか、自分がこう体験してきた、こう世間の荒波っていうかね、何かお金持ってると尊敬されたいとか、学歴とかね、やっぱり競争社会なので、そうやっていい学校に出てほしいとかね、その子がやっぱし苦労して生きるよりもね、少しでも親がサポートしてあげたいっていう気持ち、ものすごい強いんだと思うんですよね。でもそれがもうどうにも止まらないっていうか、もう癖になっちゃって、もう欲望っていうか執着がものすごい親に、子供に対するね。で、特に最近はもう子供が少ないからね、ものすごく手塩にかけすぎちゃってね、ともかく口がうるさくなっているっていうかね。で、自分のことがどうなのかって見えていないんですよね、本当に。うちに来ているね、お母様方もこう自分でこう、私が瞑想の指導していますのでね。そうすると次第にこう、心配癖がなくなったりね、こう信頼するようになったりね、相手の立場に立って考えるってことができてないんですね。こう子供の気持ちになってこう言われたらどうなのかしらとか。だからうちではこう、親になったりとかね、子になったりとか、そういう立場を変えて見る、そういうような修行もして理解をしていくっていうのがあるんですよね。お母さんもぜひ瞑想修行をしてですね、子供を信頼したり、で、自分の心は一体何なのかっていうことで、もっと本当の意味の愛情、これなんかうるさい愛情っていうのはね、相手のエネルギーを削いでしまうんですよ。もっと見守るこうエネルギーとか信頼するエネルギーとかね、こう相手がこう伸びるようなね、そういう関わり方を練習しないと、自分のものみたいに、自分のお腹から産んだから、自分のものみたいにこう相手も一人の人格者であるっていうことをね、こう気づいていかなくちゃならない。自分自身自信を持っていって自分を本当に悟っていくっていうことがね、解決策なのかな。で、そうやって自分自身が本当の自分に出会って自分を愛されているっていうこと、そういう修行をぜひしていただくと、でお子様も瞑想していただくと、こう良好な関係にお互いが理解をしてね、子供とこう直につながるんじゃなくて、こう高次元の存在につながって、迂回してこうつながるとね、こう執着なエネルギーにつながりすぎると、こうガーっていうね、もうドドドってエネルギーが来てね、もう大変だっていうことに息苦しくなっちゃう。
そのこう関係性が密すぎちゃって、だからこの因縁っていうかね、すごく親子の因縁って強いからね。それもみんな神様からね、見えないところから送られてきて、そういうところから生かされているんだって、そちらに感謝したりね、周りに感謝したりね。そうやってもうちょっとこう、隙間を作っていかないと、つながりがひどすぎるのね。それでこう、なんかね、重苦しくなって、期待に応えなくちゃっていうことでね。この親ありで、この子ありだからね、あまりこう、子供に期待をしすぎてもね、やっぱもっと全体的な教育をしていくのがいいのかなって思います。人間的にね。だからお母さんも、こう、いいことをして、周りの人にこう、施しをしたりね。こう、周りの人に親切にしたりね。そういう人間性を高めていく生き方のね、生き方を変えていくっていうことで、そういう後ろ姿を見て、お子さんも、すごく助走教育としてそういうのがね、やれ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 ってこう直接言うんじゃなくて、反発のエネルギー、やっぱしこう、お互いにこう、面と向かい合うとね、期待しすぎると、こう、反発のエネルギー出ちゃうんですよね。つまりお母様とか、親御様がまずちゃんときちんと整った状態にすると、そうですね。自然と子供も整ってくるっていうね。愛が出て、高次元の愛がね。こう、なんか執着の愛じゃなくて、本当に精神的な高い、こう、慈愛が出てくるといいのかなって、思いますね。みんな、すごくいい関係になってますよ。うちの親子は。はい。そうですか。そういったお声もたくさん。そうなんですよね。私なんかも小さい時にね、やっぱ親っていうのは心配するのよね。だから心配するのが、親って心配するのが仕事なのかななんて私は思ったりして、こう、仕事っていうか、だからそれ割り切らないと、それいちいちこう、答えてるとね、参っちゃうかもしれない。だから言いたいだけこう、台風が過ぎるのを待って、流して、申し訳ありませんっていうことで、そこでこうまたガーッて反発するとね、こうなんかこう畳みかけてくるからね、わかりましたっていう。それ一回こう盛り上がった気持ちが湧き上がったものがこう放電しきらないとこう静かにならないっていう。申し訳ありません。サレンダーする。なるほど。じゃあつまりもうこのどっちかがやっぱ瞑想ちゃんと整っていくことが大事ですね。そうですね。聞く側がもうスッともう入っていうこう聞けますよね。そうこう流してから溜まっちゃうからね。だいぶいいもので多分ね心に届いた方いろいろ知らんじゃないですかね。皆さんからの質問をお待ちしています。コメント欄に、お寄せください。よろしくお願いいたします。